はい、皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいませ。そうすけ先生と一緒代表そうすけです。今ねここに来てくださった皆さんとね、なんか新しいご縁があればまたいろいろ一緒にねお話をしていきたいなと思っています。でこのチャンネルについての内容は概要欄にも説明を書かせていただきますので、もしご興味あればご覧ください。さて最近皆さんいかがですか？もう寒くなってきてね、今この時期12月に撮影しているんですけど、なんていうかね、アイスとか食べますよね。このね冬のアイスっていう話題もいっぱいね今までも使い古された感じですけれど、なんか好きなアイスとかありますか？この間ね僕先生という立場でもあるんですけども、生徒さんにお聞きしたのが、美味しいアイスじゃなくてアイスのナンバーワン決定戦みたいなのをテレビでやっていたということで、その一番が何かということなんですけど、ハーゲンダッツって当然ね予想したんですけども、何だと思いますか？そうこれがねハーゲンダッツじゃなくて実は、チョコモナカジャンボという板チョコが真ん中に入ってるやつですよね。まさかそれがね1位になるなんてちょっと僕もね思ってなかったんですけど、その時にお話ししたのがそういうチョコモナカジャンボって結構いつでもねある感じのアイスなので、しかもそれがいろんなこだわりのアイスを置いて1位になっているというのがね、どことなく面白いなっていうのをねお話ししたりしたんですけど、さてそしてこのチャンネルについては皆さんからいただいた質問、疑問、お悩みなどについて一応先生というような立場でね、お子様たちとかお家の方とかも含めてなんですけれども、お話しさせていただいている、関わらせていただいている僕が、一緒に対話をしながら何か新しい見方やちょっとねほっこりしていただくような形にね目指していければと思ってますんで、では早速ね今日もね行ってみましょうか。で今日の質問が何かというと、なんだかこれはね親御さんからの質問っていう風に捉えてもいいですし、お子さんからの質問という風に捉えてもいいんですけど、自分より他の人が優れていると感じる、それでなんか劣っていたり自分がダメな人間なんじゃないかと思っちゃう、ちょっと抽象的に言ってくるんですかねっていうことで、それをどうしたらよいかっていう話なんですけれども、どうしたらよいかっていうのはねやっぱ難しいところでね、今そのように感じてるってところをまずは大事にしてあげてほしいと思うんですよね。それをすぐどうこうしようってやってしまうのはね、また同じ罠にはまることになりかねないのでね。でこれに関しては皆さんどう考えますか？はい、山田くん、山田くんはいないんですけどね、目の前にはね。このね YouTube、ちょっとラジオ風な形でこのように配信させていただきたいと思ってるんで、タイムリーにねやり取りできないっていうのはちょっと難しいんですけど、実はね僕一緒に特に1対1とかでお話しさせていただくのがものすごい得意、多分そう思ってるんですけども、だからねちょっともどかしさもありながらでもこうやってお話しさせていただくのがね、皆さんが僕と、そんなに堅苦しくないんですけど、ちょっと一緒にねおしゃべりしているような感覚で楽しんでいただきたいなと思っています。でちょっと戻るんですけども、他の人が自分より優れている、自分の子供より優れているように見える、これはね僕なりにちょっと検討してみたんですけど、大きなポイントは大抵ね他の人を見るとき、自分とか自分のお子様とか、自分の仲間でも何でもいいんですけれども、そういう自分の範疇に入っているもの、人、事柄に
自分が見ている他の人のそういう要素を足し算して他の人を評価するからっていう部分がね結構あると思うんですよ。ね、自分、例えば自分がなんでしょうね、ここではねゲーム配信とかもねさせていただいてるんで、何でもいいんですけど、あるテレビゲームフォートナイトでもなんていうのゼルダでも何でもいいんですけど、そういうゲームをやっているで上手だと、例えばそうだとしてでもねちょっと自分はあんまりスポーツ得意じゃないということになってるとして、でもねクラスメートはすごい野球が上手くて全国大会にね行く話になる、そんな風にね未来を嘱望されている。嘱望っていうのはね期待されているって、ここはねお子様も聞いてくれているという風に見てますんで、難しいっていう言葉、もし言葉の意味がね分からなかったりすると困るので一応説明しています。でそういう何でもいいんですよ。その野球でもいいしサッカーでもいいしギターでもいいしすごい勉強ができるでもいいし、あと明るいとかね人との関わるのが上手だし、なんでだろう、自分はそんなにね優れてないのにな、あの人は優れてるなっていう風になる。でこれはやはりね最初にさっき言ったように自分が持ってるものは当然その人も持ってるっていうような認識で見てるからだと思うんですよね。ちょっとねゲームの例プラススポーツみたいなことにしたので、もしかしたらそう感じない人もいるかもしれないんですけれども、その他の人、お友達がゲームが下手なんてことはないだろうみたいなね、あるいはゲームが下手なんてことはどうでもいいだろうっていうふうに捉えている。それによってこの自分、ゼルダの伝説っていうのがとても得意な自分という設定ですけど、今その価値みたいなのがすごくゼロにね等しくなっているんですよね、その他の人との関係で。もしかしたらねゼルダでは、インターネット上とかでいろいろね比べてみたりしても自分が結構上手だなっていうね位置づけを自分で理解しているのかもしれないんですけれども、野球が上手なのお友達とかと比べる時にもう野球の頭になっていてとか人付き合いの上手さの頭になっていて、もうゼルダのことはその場面ではゼロだみたいなねなっちゃってるっていう。そうすると自分が持っているものっていうのはもう比較対象としては存在しなくて、相手がね持っているものだけってなるわけですから、それは相手がすごく見えるっていうのは当然だと思うんですよね。だって自分は0で相手が5でも10でも100でもってことなんですから。でそこでね自分もじゃあ自分に対して野球の尺度を照らすと、野球自分は触ってないんだからそんなに比べるべくもない、ありえない話になってしまうので、そういう見方をしているところあるんじゃないかなっていうふうにいろいろねお話しさせていただいてても思うんですよね。だからよくね結構いろいろなところでどんな話題でも落ち着くところは結構近いんですけど、やはりまずねこれを聞いてくださっているあなた自身が自分がどういうものなのかっていうね、自分がどういうものを身につけていたり、これまでどうやって過ごしてきたり、今どんな風に思って生きていたりとか、何をこうしてみようかなと思ったりとか、あとはこういう悩みがあるなっていうのでもいいんですけど、ちゃんとね自分のところに何かがありますから、よそを見なくてもね、そういうところを少しずつでもね振り返ってというか捉え直していけると、当然ね野球の尺度で見れば A 君が優れていて B 君はそこに及んでないとかいろいろあると
と思いますし、これは野球じゃなくてね、どんな技術とかどんなね事柄でも当てはまると思いますけど、そうやってこう正確にそこにあるものとないものみたいなのが見えてくると思うんですよね。そうやって見えてくることによって自分を大きく見せたりする必要もなくなるし、より小さく見る必要もなくなるっていうか、小さく見る癖が取れていきますし、そうするとね、やっぱり結局ね、いろんな人がいろんなパラメーター、ちょっとねテレビゲーム的なイメージになっちゃうのでね、僕はねパラメーターとかアビリティとかそういうのを身につけている。でそれが集まったりしてて、その人が形成しているみたいなところで、みんなつまりそれぞれの役割を担って、あるいは役割を楽しんでいる存在じゃないかっていうのがね、だんだん分かってくると思うんですよね。どうしてもね、これまでいろいろ発展したりとかね、学んでいったりとか研究というか、そうですね、まあ国がっていう話に一回してみますか。国がとか世界というか世界がっていうのが発展していくっていう中では、一定の形を持った人材勢力っていうのが絶対必要なので、そうなるための素材作りっていうのを教育とか訓練とか軍隊とかもそうだと思いますけど、施さざるを得なかったんですよね。技術が必要ならその技術に耐えるような、例えば数学の力や物理の力なんでもいいんですけども、そういう能力が身についている人が存在しないと、立ち行かないし、他の目もね戦うみたいなことのためには体力がなきゃいけないから、学校での体育の内容にそういう教練みたいなのがね、修行というかものが入ってきたりとか、そういう形だったと思うんですけど、ここからはね、今改めて私たちね、地球で一緒に生きている仲間以上でも以下でもないんだなっていうところになってきていると思いますので、そうすると君はじゃあ野球やってるんだと、僕はねゼルダやってるんだと、で君は音楽なの、あなたはお芝居なの、へえ、みんななんかいろいろやってるんだねって、そうやってみんないろいろお互いなんかやってるんだねっていうのを楽しむっていう世界観がこれからね広がっていって、そうなるほどお互いにね生きやすくなっていくと思うんですよね。比べるっていうか、比べる尺度がみんな違うんだっていうことがね、すごいもっと分かってくると思うんですよね。でそれってものすごい自由なことで、テストの点数で比べなくて良いんですよね。学歴で比べなくて良いし、しかもね、本当に趣味でとか好きでとか物事を行うっていうんだったら、同じカテゴリーでさえ技術を比べたりしなくてもいいわけですよね。いっぱいだって携えてるものがみんな違うんだから、ギタリストさんがいたとして、そのギタリストさんがね、お家でそのお料理が好きで、そのお料理をやったら楽しんでます、でギターも弾いてます、なんかで他の人は本当にギター1本です、1本って言ってもね、いずれまたねここでも多分取り上げると思うんですけど、疲れた日もあるし、いろいろ絶対あるんですけど、当然その人もトイレ行くし、お友達と笑うし、喧嘩するしね、そういうもうね、それぞれいろいろ違うところで生きてるんだな、みんないろんなそういう要素を持ちながらこの世界で生きてんだなっていうのがね、もっと分かってくると、またこうやっぱ生きやすさですかねっていうのができてくると思うんですよ。だ
からね、他の人が優れてるって見えるのはもちろん実はそれは事実なんですよね。ある要素に関して誰かが誰かより優れてるのは当然なんですよね。でも人は何かの要素だけでできてるんじゃないんですよね。したがってどれかだけ比べるっていう発想になるっていうのがもったいない。でそれをよりね実感するためには自分にどんな要素があるのか、その興味関心っていう面もそうですし、身体的な特徴とかもそうでしょうし、いろいろね、もちろんそれもね、私たちが良いと評価する要素だったり悪いと評価する要素だったりどちらもあると思うんですけど、そういういろんな要素がそれぞれの人にね存在してるんだっていうのをより確認していく。そういうのがね今回の質問者の方に一つで僕からお伝えしたいような事柄ということができますかね。さてこんな形で本来的にはあちらの方というか質問してくださってる方とちょっと話をしながらみたいのがね、もしかしたら一番このチャンネルに耳を傾けてくださる方にも伝わりやすい、共有していた自分の中でねいろいろ照らし合わせていただきやすいのかなとは思うんですけど、今のところちょっとこういう形でチャレンジしてみようと思います。はい、これで今日のね内容は一旦終わりにさせていただこうと思うんですけど、またもしね質問とかありましたらぜひぜひどしどしコメント欄とかでねお待ちしていますんで、どうぞよろしくお願いします。あとねRPG 何かねおすすめのものあればね教えていただきたいなと。そちらのね配信といいますかねプレイ動画というようなのも頑張ってというかね楽しんじゃいたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。よし、それではありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。